今日はうちの家に置いてあるラグ関係の説明をしようと思って一度こっちに全部並べてみたんですけど、うちに置いてあるラグは、大きく分けて2つあって、ここら辺とかがいわゆるペルシャ絨毯って言われてるような絨毯で、この2つは、いわゆるキリムってやつですね。ちょっとこうザラザラしてるんですけど、大きく分けて、2つ、絨毯系とキリム系に分かれててですね、絨毯もまず大きく分けて、うちの家に置いてあるもの、2つに大別されて、素材がですね、ウールで作られてるものと、あと、シルクで作られてるものがあります。まずウールでできてるものはこれとか赤いやつとか、あとはこれ、こうですかね。こんな普段オープンストレージに置いてます。これも普段オープンストレージに置いてます。灰色のやつで、結構色は珍しいですね。僕が持ってる中で。やばい、
一応重っうちの家で一番大きいこいつもウール製で、これは最近オフィスリビングのこのソファーの前に置いてます。めちゃくちゃ重いです。よいしょ。あとは、オープンストレージに置いてあるちょっとちっちゃいこいつもウールです。これ結構肉厚で、最後これもウール製です。細長いタイプです。で次がシルク製ですね。これ普段ダイニングの下に置いてます。あとこれですね。これとか結構模様が細かくて綺麗です。で最後これ普段オープンストレージの段差のところに置いてるんですけど、ちっちゃいんですけど個人的にはこれ一番気に入ってます。で次がこういうこれキリムですね。さっきの絨毯に比べるとかなり模様もラフで、素材としてもかなりゴワゴワしててラフな作りになってます。これもキリムです。これトライバル、民族系のキリムで、幾何学もめっちゃシンプルで作りもすごいラフなものです。色味が赤青黄色ですごいシンプルで可愛いです。うちの絨毯は、基本的にはペルシャ絨毯、要するにペルシャ絨毯ってイラン製の絨毯なんですけど、ペルシャ絨毯っていうことで買ってるんですけど、実際買ったエリアはパキスタンで、小さい時パキスタンにいた時に買ったものが結構多いんですけど、パキスタンでペルシャ絨毯が売られてる理由としては、イラン革命の時に亡命でパキスタンに逃れてきた人たちが、家財道具でパキスタンに持ってきたものが、市場に出回ったっていう話を、聞いたことがあります。なので、本当にこの家にあるものがイラン製のものなのかはちょっと分かりかねるんですけども、そういう前提でちょっとお話ししますと、絨毯一応大きく分けてさっき説明したように2つあって、シルク製とウール製があります。で、実際触るとすごい分かるんですけど、シルクの方がやっぱ肌触りがいいです。すごいツルツルっていうかこうサラサラしてて肌に馴染みがいい感じがするんですけど、一方でウールはもうちょっとこう何ですかね、ゴワゴワしてます。毛がもうちょっと長くて密度感もあってずっしり重い感じですね。でウールの方がゴワゴワしてる分模様がちょっと大きめに描かれてることが多くて、シルクの方がもうちょっと繊細な柄を作れてることが多いような気がします。なのでやっぱウールとシルクだと、絨毯としてのこう強度も変わってきます。一般的に多分シルクは土足でこう上がらない方がいいかなと。ご自宅で使う時も、シルクはスリッパとかだったら問題ないと思うんですけど、結構デリケートなものですね。一方でウール地は基本的には室内利用想定で使ってもらうのがいいと思うんですけど、結構ショップさんとかでデザインのこうポイントとして土足エリアで使うことがあったりすると思うんですけど、そういう時はこういう、ウール地で結構こう頑丈なものを選ぶのがいいんじゃないかなと思います。次絨毯の模様についてなんですけど、一般的にペルシャ絨毯って今こう置かれてるやつみたいに、ここ、の中心からこう、対称にこう模様が広がっていくみたいな感じのものが多くて、で、値段的なこと言うと、こういう、模様が小さくて繊細になればなるほど高価になります。これとか比較的結構模様が繊細で綺麗な絨毯なんですけど、こうやって比べてみるとやっぱこっちの方が若干こう、大味というかラフな感じしますよね。なんでサイズは青い方がでかいんですけど、こちらの方が値段的にはするかもしれない。さっきも話した一番自分が気に入ってるこの絨毯は幾何学的な対称性みたいなのはなくて、真ん中に木があって動物が並んでるみたいな描かれてるみたいなちょっとイレギュラーなデザインになってるんですけど、それもちょっと珍しくて個人的にはすごい気に入ってるポイントになります。はい、じゃああとはそれぞれの絨毯を、デザイン的に、どういうところにレイアウトしていくかみたいな話をしたいんですけど、一個一個、戻していく過程で説明していきたいと思います。